パートです。今回はカルトと宗教の違いについて話そうと思います。前回、統一教会への献身と脱会の件について話しました。今、反カルト法の制定について国会で話があり、ネットで話題があり、フランスの反セクト法を適用できるか否かが注目されています。宗教はかつて批判を受けていました。共産主義によれば宗教はアヘンです。冷戦の時代、多くの共産圏で宗教活動が制限を受け、時に迫害されました。日本では戦後信仰の自由が認められて迫害や弾圧はなかったんですけれども、新興宗教が増えてさまざまな問題が起きた。オウム真理教のサリン事件もあった。それでも宗教は続いています。世界中からなくなりませんでした。ロシアではロシア正教が復活した。新興宗教であれ伝統宗教であれ共通するのは拝むという行為があることです。神や仏、霊界という存在は知る対象ではなく拝む対象なんです。新興宗教も100年、200年後には伝統宗教になる可能性がある。伝統宗教もかつては新興宗教だった。それでもカルトとまともな宗教には違いがあると思います。カルトは人を拝み、団体に帰依させ、全てを奪います。まともな宗教は人、物、団体によらない。僕は山形の僻地で生まれ育ったんですけれども、曹洞宗の寺の檀家だったので、小学校の頃には夏に座禅合宿があって参禅して般若心経を唱えました。いわゆる日本の伝統宗教、神仏集合の文化の中で育ったんですけれども、特に宗教や政治について関心を持ったことはない。それが統一教会の経験を経て、宗教というのは影響の大きいことなんだなと思うようになって、人文社会学系の本をよく読むようになりました。そして聖書にも関心を覚えて、プロテスタントの教会で洗礼を受けてキリスト者となりました。ソフトの仕事をして、働いて、生活していたんですけれども、放送大学の人文社会学系の科目も取って、卒業した後に、イギリスに留学しました。留学先がスコットランドのダンディっていう町だったんですけれども、町の中心にセントメアリー教会っていうのがあって、さまざまなイベントを催して、留学生を招いていた。そして、土地への愛着を覚えた。宗教はコミュニティを育むのです。人々の思い思われる絆を育むのです。田舎の曹洞宗の寺も450年前から村人の絆を支えて、先祖と今を生きる人と未来に生きる人の思いを思われる関係をつないできた。ところがカルトは絆を断つのです。コミュニティを破壊するのです。自分たちの世界と外の世界を峻別して、そして、人と人の絆を断つ。時に、家族との絆も断ち、職場や社会を破壊する。人は拝むという行為で、仲間になります。拝むという行為は
知を阻むのです。もし拝むという行為がなくて、有物論者が言うように、全ては知によって、認知の働きによってのみ、成り立つとなれば、人々はおそらく争い続けるのだろうと思います。人がもし一人で生きることができれば、共同生活を営む必要はない。しかし、人類は共同生活を営むことで、豊かになってきたんです。そして、共同生活を元になるのは、知を阻み、共に拝むことです。知を阻んで、共に拝むことで仲間となり、そして、コミュニティが築かれて、共同生活が成り立つ。それがあるから、いまだに、宗教は続いているのだと思います。カルトとまともな宗教は違う。その点を踏まえて、反カルト法の制定を進めるべきだと思います。次回また宗教に関する動画を作ろうと思います。よかったらご覧になってください。ありがとうございました。